今回のテーマはクロースリーリレイテッドキーです。調整音楽の世界には12のメジャーキーと12のマイナーキー、合計で24キーありましたね。その中である中心となる一つのキーに対し、関係が近いものと関係が遠いものとがあります。関係の近いキーのことをクロースリーリレイテッドキーと言い、関係の遠いキーのことをディスタントリーリレイテッドキーと言います。今回は関係の近いクロースリーリレーテッドキーについて詳しく見ていきたいと思います。クロースリーリレーテッドキーはトニックを中心に4つありまして、それぞれはスケール内に共通音が多く、転調する際にはキー同士を行き来しやすいという特徴があるんですよ。1、ドミナントキー。C メジャーキーを中心としたとき、ドミナントキーはどのキーにあたるのでしょうか。まず思い出したいのが、スケール内それぞれの音が持つ役割。中でもスケールの起点となる第1音目には、トニックという名前がついていましたね。それに倣い、中心となるキーのことをトニックキーと呼びます。5度鍵表の方にもキャラクターと同じ青色をつけていきますね。では、トニックキーから見たドミナントキーはどこなのかということですが、それはトニックキー第5音目、ドミナントの音から始まる動詞のキーのことを指します。トニックキーがメジャーキーなので、動詞のキーというのはメジャーキーのことですよ。つまり C メジャーキーのドミナントキーは G メジャーキーということになります。5度鍵表の方にも G メジャーキーの部分にキャラクターと同じピンク色をつけていきます。トニックキーの右隣がドミナントキーとなりましたね。このドミナントキーの中でさらにドミナントキーのトニック、ドミナントキーのドミナントといった役割がついてきます。この見方ができると転調する際に共通音を通じてキーを行ったり来たりしやすくなりますよ。さて、ドミナントキーはこれだけではありません。一つのトニックキーと一つのドミナントキーとが必ずペアになっています。例えば C メジャーキーから見ると G メジャーキーがドミナントキーでしたが、G メジャーキーをトニックキーと考えた場合は、ドミナントキーとして D メジャーキーが発生します。このようにトニックキーに対してドミナントキーはいつも5度鍵表右隣の関係となっていますよ。では、ドミナントキーについては以上となります。2、サブドミナントキー。C メジャーキーがトニックのとき、ドミナントがトニックとなる動詞のキーのことをドミナントキーと言いましたね。この場合、G メジャーキーがドミナントキーとなります。サブドミナントキーについてもドミナントキーの時と考え方はほとんど同じで、トニックキーのサブドミナントから始まる動詞のキーのことをサブドミナントキーと言います。この場合は F メジャーキーがサブドミナントキーにあたります。5度鍵表の方にも F メジャーキーの部分にキャラクターと同じ緑色をつけていきましょう。トニックキーの左隣がサブドミナントキーとなっています。サブドミナントキーもドミナントキーと同様に、一つのトニックキーと一つのサブドミナントキーとが必ずペアになっていますよ。5度鍵表左隣はサブドミナントキーと覚えましょうね。では、サブドミナントキーについては以上となります。3、レラティブキー。C メジャーキーをトニックとしたとき、ドミナントがトニックとなる動詞のキーのことをドミナントキーと言い、サブドミナントがトニックとなる動詞のキーをサブドミナントキーと言いましたね。さて、今回はレラティブキーということで、ちょっと聞き慣れない単語が出てまいりました。レラティブというのは相対的なという意味を持っています。何が相対的なんでしょうか。少し遡ってスケールのレッスンを思い出してみましょう。メジャースケールとマイナースケールというのは、ダイアトニックスケールから抜き出された2種類のスケールのことでした。その1番目をメジャースケール、6番目を
マイナースケールと言いましたね。あるメジャースケールと同じ構成音のマイナースケール。この関係が相対的な関係であることから、レラティブキーという名前がついています。というわけで、レラティブキーは、第6音目のサブミディアントをトニックとしたマイナーキーということになります。つまり a マイナーキーですね。5度形表の方にも a マイナーキーの部分にキャラクターと同じグレーを塗っていきましょう。キーシグネーチャーは C メジャーキーと同じですね。ポイントはドミナントキーやサブドミナントキーがトニックキーと同種のキーであるのに対して、レラティブキーはトニックキーと違う種類のキーであるということです。覚え方としては、メジャーキーから見て3音下のキーがレラティブキー。反対にマイナーキーから見て3音上のキーがレラティブキーとセットで覚えてしまうのがおすすめです。また、キーシグネーチャーが違えばその時点でレラティブキーではないので判断はしやすいかと思います。それではレラティブキーについては以上となります。4. パラレルキー。C メジャーキーをトニックキーとしたとき、ドミナントがトニックとなる動詞のキーはドミナントキー。サブドミナントがトニックとなる動詞のキーはサブドミナントキー。サブミディアントがトニックとなる種類の違うキーをレラティブキーと言いました。今回のテーマはパラレルキーです。パラレルワールドなんて言葉を聞いたことはありませんか？同じ主人公が違う世界を同時に生きているといったイメージを持っていただけると分かりやすいかと思います。例えば C の音を主人公とすると、同じ C の音を主人公とした別の世界が存在するということです。音楽の世界ではそれをパラレルキーと言うんですよ。この場合 C メジャーキーのパラレルキーは C マイナーキーとなります。5度鍵表にもキャラクターと同じ水色を塗っておきますね。パラレルキーもレラティブキーと同様に一つのメジャーキーと一つのマイナーキーがセットの関係となっていますので、同じ音をトニックとしたメジャーキーとマイナーキーの関係というふうに覚えてしまいましょう。トニックの音が違えばその時点でパラレルキーではありませんので、判断はしやすいかと思います。それではまとめに入りましょう。あるキーをトニックキーとしたとき、ドミナントを起点に発生する動詞のキーをドミナントキーと言います。サブドミナントを起点に発生する動詞のキーをサブドミナントキーと言います。ポイントはドミナントキーもサブドミナントキーもトニックキーと動詞のキーであるということです。トニックキーがメジャーキーであれば、ドミナントキーもサブドミナントキーもメジャーキーですし、トニックキーがマイナーキーであれば、ドミナントキーもサブドミナントキーもマイナーキーであるということです。続いて、同じキーシグネーチャーを持つ種類の違うキーをレラティブキーと言います。そして、同じトニックを持つ種類の違うキーのことをパラレルキーと言います。ポイントは、レラティブキーもパラレルキーもトニックキーとは違う種類のキーということです。例えばトニックキーがマイナーキーであれば、パラレルキーもレラティブキーもメジャーキーとなり、逆もしかりというわけです。クロースリーリレーテッドキーはお互いに共通音が多く関係の近いキー同士ですので、転調する際は移動しやすい間柄となっていますよ。では、クロースリーリレーテッドキーについては以上となります。